我が家にとてもおとなしい女の子がいました。小さい頃から他の子と喧嘩をしたことがありません。いつも一羽で佇んでいる女の子。その女の子に声をかけてくる男の子がいました。この男の子の名前をリンゴと言います。リンゴはとても人懐っこい子。それにとても元気でいつも飛び回っていました。おとなしい女の子と活発な男の子。性格は違うけどとても仲良く過ごしました。しかし付き合い始めて1年が過ぎた頃、リンゴが病気になってしまったのです。なんとか動けるぐらいに回復したのですが、後遺症として左足が動かなくなってしまいました。以前のように飛び回らなくなったリンゴ。そのリンゴに女の子はずっとそばにいて、寄り添ってくれました。そして1年が経ち、2羽は年を重ね、落ち着いた生活を送りました。一緒に遊ぶことは少なくなったけど、女の子はリンゴの体を心配して、そばにいてくれました。しかし、リンゴに異変が起きたのです。リンゴは女の子から離れて一人でいるようになったのです。今までずっと一緒にいたのに。女の子はリンゴが帰ってくるのを待ちました。ずっと待ち続けました。けど、リンゴと寄り添うことはもうありませんでした。それから数ヶ月が経って、女の子に近づく男の子が現れました。男の子の名前をテルと言います。テルも彼女に振られて数ヶ月が経った男の子でした。2羽とも寂しい思いをしていたのか、すぐに意気投合し、付き合うようになりました。この時に女の子をみかんと名付けました。すぐにお家を見つけた仲良し夫婦は、愛を育み、数ヶ月後、3羽の赤ちゃんが誕生しました。みかんは5歳になって初めての赤ちゃんです。みかんは大切に子供たちを育ててくれました。子供たちはあっという間に大きくなり、元気に巣立っていきました。それから数ヶ月後、みかんはたくさんの子供たちを作りました。みかんは子供たちを育てることに、喜びと生きがいを感じていたのでした。どんなに育児が忙しくても、子供たちのためなら頑張れました。大切に育てた子供が先に天国に行くこともありました。けど、悲しい思いも乗り越え、子供たちを育ててくれました。もちろん、パパのテルも育児をしてくれました。夫婦揃って子供たちを大切に育て、子供たちは大きくなり、元気に巣立ちました。それから数ヶ月が経って、新しいお家を見つけ、1羽の赤ちゃんが誕生しました。しかし、子供が大きくなってきたとき、事件が起きました。発情期を迎えた女の子が、みかんのお家を襲ったのです。すぐに子供を避難させました。背中に怪我をしていて、私が育てていくことになりました。時が経ち、背中の怪我も治って、順調に大きくなってきた子。その様子を見ていた子がいました。お母さんのみかんです。みかんは私がいて子育てができないけど、ずっと
子供の心配をしてくれていました。ずっと子供の成長を見守ってくれていました。そして子供が大きくなり、元気に育っていく姿を見ていてくれていました。そしてその数日後、みかんは天国に行きました。突然のことでした。みかんがいなくなったお家。今、みかんの最後の子供が遊びに来ています。小さい頃はおとなしい子だったみかん。お母さんになってたくさんの子供たちを立派に大きく育ててくれたみかん。子供たちは立派なお父さんやお母さんになっているよ。だから心配しないでゆっくり休んでいてください。みかん、ありがとう。